안녕하세요、アリムニだ。今日はワーホリで住んでて部屋家賃大公開。はい、ということで、ワーホリで住んでたお部屋をだいぶ経ったので公開していいかなって思い、当時撮った映像を皆さんにご紹介させていただきたいと思います。お部屋の1ヶ月のね、ウォルセイ費用については動画の後半の方でお伝えしますので、ぜひ後半まで見てみてください。まず私、お部屋はエージェントさんも通さずに不動産屋さんに行って韓国人の友人に手伝ってもらって契約をしました。場所は何個か悩んだんですけれども、語学堂の近くであるチョンリャンリの方向か、はたまた家賃が安いと言われているハンガンの南のあたり、あとはアルバイトが結構集まっているカンナムっていうかカンナム側、3つの地域があって悩んだんですけれども、最終的には9号線と1号線があるノリャンジンという場所にしました。理由としては、まずアルバイトの観点で考えると9号線がカンナム付近に行くので、行きやすい。そしてもう一つが1号線はソウル一律大学に通うっていうのが決まっていたので、ソウル一律大学側にも一本で行けるっていう両方が叶う場所がノリャンジンだったので、個人的な事情に合わせてノリャンジンにしました。それではお部屋紹介スタート。玄関を入ると靴箱があって、私は靴が全然ないので水や掃除道具、トイレットペーパーなどを置いていました。あと洗濯洗剤などですね。その隣がキッチンです。キッチンもね、2個コンロがついててよかったんですよね。で、こういうのもついてて、これがあるとないとでは全然皿の置き場がね変わってくるので、すごくありがたかったです。で、上が3段でいろんなものを置けたので、私はインスタント系と調味料系を置いていました。でね、こっちのコンロの上にも実は収納があって、このようにでっかい収納があるのでね、本当にこの部屋は収納が多くてありがたかったですね。私はちょっと余り気味でしたね。ここにも収納があって、私は置くものがないのでスーツケースをここに入れていました。で、電子レンジもちょっときれいめで、冷蔵庫ですね。ちょっと冷蔵庫の中はごめんなさい。で、窓があって、ここ私はあんまり下ろしたことはなかったんですけど、こういう風にこのタイプで、なんていうんですか、レール何タイプっていうんですか、ですごいおしゃれな感じの作りですよ。意外とここしか日が入る場所がなくて、私の場合は開けっぱなしだったんですけどね。で、韓国なので2つ扉があります。中がお菓子、日本のお菓子大量に入れてます。で、本を置いたりマスクを置いたりしています。本当に収納が多い。ここも机がある場所でね、なんかちょっと腰ウォンチックなんですけど、雰囲気がなぜかと言ったら、ノランジンっていうところに住んでいて、ノランジンがですね、すいません、ちょっとここは開けれないな。ここもここは開けてもいいかな。こんぐらいの広さです。ノランジンっていうところが、公務員になりたい人たちが勉強するためにやってくるような場所で、フルオプションって言って全部ついている、洗濯機、机、椅子、冷蔵庫、電子レンジ、こういうものが全部ついているところがフルオプションのところっていうんですけど、そういう学生さんが多いからこういう机までついているところで、例えば私が見ていたソウル一律大学の近くよりかは安いで、ご飯屋さんも安いって言われてますね。ここはごめんなさい見せれないんですけど、ここの辺で切れてて、真ん中で上にかける棒がそれぞれあるみたいな、日本の一般的な収納と一緒なんですけど、かなりでかいですね。ここが絵をよく入れれるベッドとなってて、こういうのも大事ですね。ベッドがあるかどうかもそうですし、
多分ここに収納があるかないかでまた全然変わってくると思うので、そういう視点も持ちながらお家探ししてみてください。全然関係ないんですけど、これ電気毛布めちゃくちゃいいですよ。おすすめです。ぜひ皆さん買ってみられてください。でここに、スーツケースとテレビを置いている状態ですね。私全然ちょっとテレビを見ない派で結局見なかったんですけどね。テレビはオプションの中に入ってないです。私が中古で買ったものなんですけど。その次に、トイレとシャワーになります。やっぱり韓国は、トイレとシャワーが一緒ですので、ここは皆さんシャンプーはこれを使ってたんですけど、私のちょっと髪質には合わなくて、多分水がね韓国と合わないんですよね。なのでこれはちょっと汚い汚れを取るための歯ブラシたちと、こんな風に3段あったので、ここもね収納がバリバリ多くて全然困んなかったですね、というような感じでした。ここがなんか引いたらシャワーが出る、押したらシャワーが出るみたいな、なんか押したらこっちが出るみたいなタイプなんですけど、ちょっと厄介だったなっていうのがこの家の少し難点です。くるくる回してこう変えるタイプあるじゃないですか。だといいんですけど、シャワーがあってここにまっすぐトイレットペーパーを置く場所があると、どうしてもシャワーの水がここにかかっちゃってトイレットペーパーが濡れるので、取るか諦めるかになっちゃうので、参考程度なんですけど、この部屋の良かったところちょっと元に戻るんですけど、これ見てください。乾燥機付きです。僕は見ての通りソウルはちょっと狭くて、しかもこうやって日がねあんまり入らない。もうちょっと入りますよ。昼はもうちょっと入るんですけど、それでも入らないから全然乾かないから、やっぱり乾燥機付きで良かったなとは思っています。これが標準洗濯ですね。機能性衣類、ラグジェリー、ウール、ドン。これなんだろう、チャンマル洗濯後で調べます。スピードシュと惰性ですね。なので基本的には標準洗濯で洗濯する。毎日ね乾燥機をゲットされた方は簡略強い標準時間乾燥、この辺で終わりましょうかね。はい、じゃあ最後全体写して終わります。こんな感じですね。こんな感じでした。皆さんお部屋いかがだったでしょうか。個人的にはねすごく全部が揃ってる上で、荷物もかなり、少なかったので、一人で住むにはすごく問題なく、いい感じに過ごすことができました。で、皆さんお待たせしました。こちらのお部屋のモール線なんですけれども、55万ウォン、保証金がですね300万ウォンかな。普通の便もね駅まで約8分ぐらい、バスも徒歩で4分ぐらいの場所で、かなり交通もいい場所で、いい暮らしができたなというふうに思います。保証金なんですけれども、私は日本から現金で持ってくるの、かなり怖かったので、こちらに着いてからワイズっていうアプリをね使って送金しようと思ってたんですけれども、ワイズはよくわからないんですけど、うまくオーナーさんに送ることが、すぐに送金することができなくて、もう急いで次の日に ATM でキャッシングできるカードをね日本で作ってて、10万円かな、1回10万円を何回か引き出すことができたので、無事に300万ウォンを下ろすことができて、現金でお渡ししました。話しておきたいことなんですけれども、まず一つ目ね、かなり、手数料がかかります。1回の10万円の引き落としなので、1回で5000円ぐらい手数料が確かかかったかなっていう記憶があるのと、あと1個注意してほしいのが、もしも現金でお渡しされる方は領収書を必ずもらうことと、もうその時のね写真でもう残してくださいね。出るってなった時にオーナーさんから「あなた何の銀行で送金しましたか?」とか聞かれて「いや私送金じゃなくて現金でお渡ししましたよ」話をして、
現金だったんですか？いつですか？覚えてないんですか？記録もしてないんですか？みたいな。びっくり。もう、まさにね、保証金詐欺っていう言葉を聞くんですけれども、多分このオーナーさんは作業するつもりは全くなかったと思うんですけれども、いや、みたいな。記録とかメモとかしておいてよ。で、結局ね、不動産の方ももう連絡してきて、現金渡したんだっけみたいな。領収書はみたいな。一緒に数えたじゃないですかあの時みたいな話したら、思い出したって。人がたくさんいるのはね、わかるんですけれども、こっちの意からしたらっていうので、これから韓国にワーホリするよ、留学するよという方の参考になれば幸いです。この情報参考になったよという方は、いいね、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは、アンニョン。